こんにちは、コスプレイヤーの逆ヨガです。武器とか防具を作るのが好きです。今回は鬼滅の刃のより一の日輪刀を作ってみました。先日連載が終わった鬼滅ですが、皆さんもう見ました？僕はジャンプ発売日前日に鬼滅の最終回の夢を見ました。サイバーな日輪刀を持ってみんなが戦う現代編が始まるという夢でした。正夢にならなくてよかったです。それでは作り方に行きましょう。工作用紙から刃のパーツを切り出します。工作用紙1枚では長さが足りないので、複数枚の工作用紙を糊で貼り合わせて長い工作用紙を作ります。貼り合わせたものから刃を切り出します。型紙を使ってその形に切り出します。工作用紙は工作用の硬い紙です。100均やホームセンターで買えます。切り抜きが終わりました。材料である COS ボードからパーツを一通り切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが、簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、ネット通販などで買えます。型紙を使って切り抜いていきます。型紙はサイトで公開しています。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートなどでも代用することができます。まずは刃を作ります。刃の根元にある文字をテンプレートを使って写し取ります。写し取った文字を切り抜いていきます。カッターナイフだと小回りが効かないのでデザインナイフを使っています。デザインナイフはホームセンターで買うことができます。工作用紙と COS ボードのパーツを瞬間接着剤で接着します。それを先ほど切り抜いた箇所の裏側に接着します。刃の芯を作ります。園芸用の棒を使います。畑などで使われている棒ですね。ニッパーで程よい長さに切ります。ちなみに棒の中身は鉄の棒が入っていてとても丈夫です。この後曲げるので曲げやすくするために皮を剥きます。園芸用の棒はホームセンターや100均に売ってます。型紙に沿うように曲げます。机の角に押し当てて少し力を入れると簡単に曲げることができます。曲げ終わりました。曲げた棒と刃をグルーガンで接着します。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具となっております。ホームセンターや100均で買うことができます。熱くなる道具ですので、やけどなどにはご注意ください。刃先をボンド G17 で貼り合わせていきます。ボンド G17 はホームセンターや100均で買うことができる接着剤です。工作用紙の切れ端をハケ代わりに使って接着していきます。刃の峰にグルーガンを盛り付けて隙間を埋めていきます。表面がボコボコしているのでグルーガンの先端で撫でて平らに仕上げます。文字をハンダゴテの熱で彫ります。ハンダゴテはホームセンターやダイソーで買うことができます。COS ボードと工作用紙でできたパーツを瞬間接着剤で接着します。それを刃の端に接着します。これにて刃の組み立てが完了です。逆ヨガ。鬼滅の動画は他にも色々あるので、この動画の後にぜひ色々見てみてくださいね。つばを組み立てます。まずは縁取りのパーツを接着して、中央にあるパーツを接着していきます。瞬間接着剤を多用しておりますが、すべて100均で買ってきた瞬間接着剤を使っております。刃の棒部分につばを通して瞬間接着剤で接着します。柄を組み立てます。まずは3枚あるパーツを瞬間接着剤で接着します。端をカッターで削ぎ落として形を作っていきます。ライターで軽く炙って表面を滑らかにしておきます。グルーガンをたっぷりと盛り付けて刀本体へと接着します。蓋をするような感じで隙間を埋めてしまいます。両端にパーツを1枚ずつ接着します。これにて組み立て完了です。それでは塗装に行っちゃうよ。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。
これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。柄にはセラミックスタッコというものを塗ります。これはアクリル絵の具用の材料で塗って乾くとザラザラになります。デザインを見る限りここはザラザラした感じだったのでこれを塗っていました。本当はサメの皮を貼ろうと思ったんですが調べたらめちゃくちゃ高いので諦めました。僕の財布事情では無理です。悲しい。セラミックスタッコは画材屋さんやネット通販で売ってます。造形ベースとセラミックスタッコが乾いたらベースカラーとしてラッカースプレーで黒や灰色を塗っていきます。ラッカースプレーはホームセンターで買ってきました。刃を赤く塗ります。動画ではエアブラシを使ってますが、ラッカースプレーなどでも構いません。お好みの方法でどうぞ。なお、塗料はプラモデル用塗料のミスターカラーを使ってます。エアブラシもミスターカラーもおもちゃ屋さんの模型売り場で売られてます。続けて刃の上半分をぼんやりと黒で塗っていきます。こういった表現はエアブラシじゃないと難しいので、持ってない方は筆で再現するといいのではないかと思います。刃の先端をうっすらと白に塗っていきます。これもエアブラシがない方は筆で再現するといいと思います。刃がツヤツヤになるようにミスタースーパークリア光沢を塗ります。おもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。滅の文字を塗ります。細い筆を使って少しずつ塗り上げていきます。残った部位を塗っていきます。まずは金色の部分を塗ります。そして銀色の部分、最後に柄を塗ったら完成です。逆ヨガサブチャンネルも見てね。刀の全長は100センチ、重量は 90g となっております。より一の日輪刀はこの赤い刃がとてもかっこいいなと思います。中に鉄の棒が入ってますのでこのように振っても問題ないです。鞘を組み立てます。パーツを接着します。この接着は瞬間接着剤とアルテコスプレー、こちらは瞬間接着剤の硬化スプレーというものですね。それらを使って接着します。このスプレーを使うと接着が非常に早くなり、こういった接着しがたい箇所も楽に接着できます。ホームセンターの接着剤売り場にあります。なお、ボンド G17 でも楽に接着できます。お好みの方法で接着してみてください。引き続き端と端を接着します。ここもアルテコスプレーを使います。こういった箇所の接着が本当に楽になるので、ぜひ皆さんも一度試してみてください。鞘の両端にパーツを接着します。これにて組み立て完了です。次は塗装となります。刀と同じ手順で塗装します。まずは造形ベースを塗って、ラッカースプレーで黒く塗って、細かいところはミスターカラーを筆で塗ったら完成となります。逆ヨガ、Twitter もフォローしてね。鞘の全長は80センチ、重量は 60g となっております。一通り作るのにかかった時間は12時間、材料費は1500円となります。逆ヨガ、こそこそ噂話。塗装中に光沢スプレーでツヤを出してたと思うんですが、最初間違えてツヤ消しスプレーを塗ってツヤ消しにしてしまいました。あの2つデザインが似てて紛らわしいんですよね。後で光沢を塗ってごまかしました。サイトに型紙データやより詳しい作り方、制作時の注意点も載せてます。実際に作られる方はそちらもご覧ください。アドレスは動画の説明欄に記載しております。動画の内容に関して質問があればコメントでお気軽に書き込んでください。皆さんチャンネル登録お願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。またねー。